ねえねえ、最近よくウサギの動画を見るんだよね。ウサギ飼いたいな。買いに行ってこよっと。できたら、数学がわかりそうなウサギがいいな。ただいま。はじめまして。この子の名前はリンゴ丸だよ。このウサギは今は赤ちゃんだけど、2ヶ月目に大人になって3ヶ月目に1匹の子供を産むんだ。子供たちも同様に成長するよ。あと、このウサギは不老不死で、大人になったウサギは毎月1匹のウサギを産むよ。お、フィボナッチ数列のウサギだね。ふふふ、きっとウサギワールドができるよ。大丈夫かな。2ヶ月目、赤ちゃんだったリンゴ丸は大人になったね。3ヶ月目、リンゴ丸が子供を産んだので、2匹になったね。4ヶ月目、2代のアリも大人になったばかりだ。初代のリンゴ丸がまた子供を産んだので、今は3匹いるね。5ヶ月目、今月は、初代と2代目が子供を産んだので、全部で5匹になったね。今でも5匹は多いと思うけど、これからどうなるのかな。数列にして考えてみようよ。今まで出てきた数列を書いてみると、こうだね。全化式はこのように、1つ前の数と2つ前の数を足したものが新しい数になるというものだね。第1項が1、第2項も1という初期条件と、この全化式からそれ以降の数が決まっている。1年後に何匹になるのかな。1135321345144で、144匹だ。じゃあ2年後は？ちょっと計算が大変だ。どうにかして一般項を求められないのかな。高校ではこのようなのは習わなかったけど、これを読んで。これは線形代数の教科書だ。線形写像と固有値の考え方を使うと一般項が求められるんだね。どうやるのかな。まず、ステップ1では、この数列の話を線形代数の話に読み替えるんだね。一つ前の項足す二つ前の項イコール今の項というさっきの全化式を満たす数列全体の集合を V と置くよ。V は数列の項ごとの加法と複素数倍でベクトル空間になるね。例えば、僕たちが考えたい11235という数列を、各項を2倍した数列も全化式に従うし、他の初期値から始めた数列と各項で和を取った数列も全化式に従うよ。各数列は初めの2項という自由度を持つので、V は2次元だ。その次に、ずらし変換というものを考えるよ。最初の項を消して、第2項以降は前にずらすという変換だ。これは線形変換になっている。つまり、スカラー倍してからずらし変換するのと、ずらし変換してからはスカラー倍しても結果は同じということだね。その次のステップでは、全化式を満たす数列全体の空間 V と R2 を同一視するよ。数列と、数列の最初の2項だけを抜き出したベクトルを同一視するというやり方だね。そして、標準規定を取ってずらし変換の表現行列 A を求めよう。定義に従って計算すると、こうなるね。そしたら、最後のステップ3ではさっき求めた表現行列 A の対角化をするよ。特性方程式を解いて、2つの異なる固有値が出てきた。これをアルファ、ベータと置くよ。二次行列の場合は、固有値が異なるものが2つあれば、対角化できるね。そして、それぞれの固有値に属する固有ベクトルも求めておこう。計算は省略してあるけど、連立方程式を解く吐き出し法と同じ要領だよ。次は、わかったよ。固有ベクトルのいいところは、線形変換しても、向きが変わらずスカラー倍になるってところだ。つまり、項を一つずつずらすっていう操作が、スカラー倍として見える特別な数列を見つけたってことなんだね。それはつまり等比数列だ。すごい。そうか。そうなるような方程式が特性方程式だったんだ。そして、この1α、1βというベクトルは R2 の規定になっているね。だから、V の任意の弦はその線形結合で表される。数列の話に戻したら、一般項はこのような形だ。係数 C、D は初期値 F1、F2 から定まるね。今僕たちが求めたいのは F1 イコール1、F2 イコール1の場合で、この時 C はルート5分の1、D はマイナスルート5分の1だよ。
したがってフィボナッチ数列の一般項はこの式で表される。ちなみにこの α=2分の1クラスルート5は黄金比だ。対角化はこのように線形変換を何回もやるときに計算を簡単にするという面で便利なんだね。よし。じゃあ公式に当てはめて計算してみよう。2年後、つまり24ヶ月目は。46,368匹だよ。そんなに多くなるんだね。うん。これは一般項を見てわかる通り、指数関数的な成長だよ。ウサギたちには別の惑星に移住してもらおう。別の惑星に連れてってくれるの？やった。本当にそんなに増えちゃうの？いや、僕たちは餌や空間が無限になければあのルールに従って増えるわけじゃないよ。まあ、でも、別の惑星と言ってもすぐだよ。じゃあまたね。元気でね。また動画に出してね。今度、リンゴ丸たちの星に行ってみよう。きっと、ロジスティック方程式のことがわかるよ。一般項の出し方は、最後のステップ3を少し変えても計算できるよ。ベクトル11が初期値に対応しているよ。こちらの方法の方が、行列を何乗もするのに対角化を用いるということから自然に思いつきそうな方法な気がするな。じゃあ、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。またね。